はい、こんにちは、テンポアップです。今日はこんな感じで、はい、コトコト音のキースイッチであるスワグキーとギャテロンのコラボで作っているマエストロリニアスイッチの紹介をしていきたいと思います。はい、今日はですね、冒頭にお伝えした通り、スワグキーとギャテロンのマエストロリニアスイッチを取り上げていきたいと思います。で、このキースイッチの名前についているマエストロというのは偉大な音楽家という意味らしくてですね、マエストロという名前にふさわしいのかという点はですね、ぜひ見ていきたいなと思っています。で、このキースイッチで私が一番気になっている点としては、はい、こんな感じでトップボトムステムの素材の組み合わせになってまして、トップが PC、ボトムがナイロン、ステムが UHM という素材の組み合わせがどのような打鍵音、打鍵感になるのかという点が非常に気になっている点というところになります。で、UHM はおそらく UPE と同じ素材でポリエチレンになっておりまして、PC と UHM の組み合わせというのは PC と UPE のようにおそらくなんですけどもコトコトになりやすい組み合わせになっているはずですので、ここに対してナイロンがさらに混じることによってコトコト音がどのように変化するのかというのは詳しく見ていきたいなと思っていますから、ぜひ最後までご覧になっていただいて、皆さんがですね、好きなコトコト音かどうかという判断をいただければなと思います。はい。ちなみにテンパパ TV ではこんな感じで定期的に新しいキースイッチも含めたキースイッチの紹介をですね、定期的に行っていますので、見逃したぜってならないようにぜひチャンネル登録していただいて最新動画チェックいただければと思います。それでは本編スタートです。はい、それでは早速外観見ていければと思います。で、ステムが黒色、トップハウジングがクリームの白、そして裏がですね、何ですかね、カフェラテのような茶色というような形をしているようなキースイッチになってます。で、ピン数は、はい、見ていただいて分かるように5ピンとなっておりますので、比較的安定感のあるキースイッチなんじゃないかなと思います。それではスペックご覧になってみてください。はい、まずプライスなんですけども、1個あたり 0.45 ドルという価格帯になっておりますので、平均的な価格帯になるんじゃないかなと思います。で、タイプがリニアとなっておりまして、トップハウジングが PC、ボトムハウジングがナイロン、そしてステムが UHM という形になっていますので、先ほど冒頭でもお伝えした通り、この組み合わせがどういう音になるのか、どういう感触になるのかというところは非常に楽しみだなと思ってます。で、スプリングが 22mm のシングルステージということで、非常に長い 22mm というところはですね、私自身はクッション性があるキースイッチ大好きですから、この 22mm 非常に高評価という感じです。で、トータルドラベルは 4mm、ボトムアウトフォースが 58g、ファクトリールブがイエスという形になっています。それでですね、ルブの部分に関してなんですけれども、はい、こんな感じで、ルブはですね、結構そのサイドバーのところにはかなりしっかりされてるかなというところが、目で見えるぐらい白く塗られてるので、ルブはしっかりされてるなというところと、このポールのところの、ステムポールのところにも、ちょっと見えるかわかんないですけれども、目視で見るとしっかり塗られてるのがわかりますので、比較的しっかり塗られてる、ルブがされてるようなキースイッチというふうに考えていただいて、この後、スイッチ単体の音、そしてキーボードに乗せた時の音、聞いてみますけれども、追加でのルブっていうのは基本的には必要じゃないというようなキースイッチなんじゃないかなというふうに思います。で、またですね、先ほど 22mm のシングルステージとお伝えしましたけれども、ここが実際にキーボードに取り付けた時にどんな打鍵音、打鍵感になるのかというところは非常に注目点ですので、先ほどの素材のミックスの組み合わせの部分に加えてですね、この点、次の章ではですね、スイッチ単体の音を聞いていきたいと思います。それではどうぞ。はい、それでは早速キースイッチ単体の音をですね、ここから聞いていきたいなと思います。で、せっかくなので今回はですね、このキースイッチ単体プラスアルファでこのキースイッチにチェリープロファイルと SA プロファイルのキーキャップを取り付けた音も一緒に聞いていければなと思います。で、今回かなりこのキースイッチですね、コトコト音が出るという前提で期待ができますので、ロンドンフォグというこちら、はい、以前に紹介したキースイッチがあるんですけども、ここのキースイッチの単体の音とも聞いて比較していただいてですね、聞いてもらえればなと思います。それではどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。かなりこちらのキースイッチ、スプリングのカシャンカシャンっていう音もですね、ほとんど聞こえないくらいしっ
かりされたキースイッチかなというふうに思ってます。で、ちょっとロンドンフォグの方に関しては、もうちょっと音で聞き取れるか、聞き取れているかというか、拾えているかちょっとわからないんですけれども、とはいえ耳でかすかに聞こえる部分に関しては、ロンドンフォグの方が、そのスプリングのですね、嫌な音っていうところが若干聞こえてくるので、その点に関しては、このマエストロのキースイッチの方が勝ってるんじゃないかなというところが、今回感じてみての感想というところにあります。で、先ほども申し上げた 22mm の部分をですね、キースイッチ単体ではなかなかやっぱり聞こえない部分ではあるんですけれども、ただルブの部分はやっぱり先ほどもお伝えした通りですが、しっかりルブされてますので、本当に追加でのルブ必要じゃないというぐらいのルブの状況という感じですから、その点取り扱いやすいいいキースイッチなんじゃないかなと思っています。それでは次のチャプターでは実際にキーボードに乗せてみて音を聞いてもらえればなと思いますので、どうぞ。はい、それではですね、キースイッチのインストールが完了しましたので、音をですね、キーボードに乗せた時の音、聞いていきたいなと思います。で、今回は3種類のキーボードの音を聞ければと思ってまして、こちらの BM40 という PCB にアルミニウムのケース、そしてブラスのスイッチプレートを乗せたものに、今は SA プロファイルの PBT 製のものが載ってるんですけれども、これをチェリープロファイルのセラキーというセラミック製の、はい、こちらですね、のキーキャップを乗せた時の音と2種類聞いてもらえればと思います。で、その後にこちらのアルミニウムのケースにステンレススチールのスイッチプレートに PBT 製のチェリープロファイルのキーキャップが載っているものを聞いてもらえればなと思いますので、3種類聞いていただいて打鍵音打鍵感をチェックいただければなと思います。そして先ほどですね、キースイッチ単体のところでも聞いたんですけども、ロンドンフォグの方のこちらのキースイッチに関しても、このキーボードの方に載せた時の音に関してはセラキーの方でちょっと比較できればと思いますけれども、ここは比較できればなと思いますので、そちらも一緒に聞いてもらえればと思います。それではどうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。かなりコトコトっていう音がですね、飛び出てきているようなキースイッチなんじゃないかなと思ってまして、非常に私好きです。こちらのキーボード、チェリープロファイルの PBT 製のものに載せた時だったとしても、基本的にコトコト音を出すには、先ほどのセラキーのように、キャップが重いものだったりとか、こちら今見えているような SA プロファイルのように背が高いものをですね、使われる方がいいんですけれども、このチェリープロファイルの PBT 製のものだったとしても、もちろんこちらほどコトコト出ないですけども、少なくともコトコトというか、なんていうんですかね、低周波数の音で音が聞こえてくるというところも感じられたので、そこも含めてかなり優秀なというか、コトコト好きが選ぶんだったらという意味ではかなり優秀なですね、マエストロスイッチなんじゃないかなと思って、今回、楽しく打鍵させてもらったというような感じです。本当にこれはですね、自分で試してこの素材の組み合わせすごい良かったなって思えるぐらいの大発見でしたので、このナイロンと PC と UHM の組み合わせ非常におすすめだなというところで、今回、紹介できて良かったなというような感じです。はい、それでは Pro and Cons という形で良い点悪い点見ていければなと思いますが、まず良い点というところで2点あるかなと思ってます。まず1点目はもうコトコト音がめちゃくちゃ楽しめますので、コトコト音好きの人ぜひ買ってくださいという感じです。別にスワッキーさんからプロモーションもらってないですけど、普通にこれいいキースイッチだなと僕は思います。かつこの組み合わせ PC とナイランと UHM というこの組み合わせはコトコト音が出るキースイッチの組み合わせの中の一つに僕は入れとこうかなと思いましたので、この辺の組み合わせのところはですね、皆さんも他のキースイッチ、マエストロだけじゃなくて他にもあった場合には買ってみると、もしかしたらコトコト音が出る安いキースイッチだというふうに思うんじゃないかなと思いますので、その辺の判断材料に使ってもらえるといいのかなと思います。続いて2点目というところなんですけれども、この 22mm のシングルステージめちゃくちゃ大好きでした。はい、本当にクッションしてあって打ちやすいなというところです。短い 13mm とかのスプリングの短いものは反発力があって、それはそれでサクサク打ちやすいんですけど、私はその疲れずに打ちたいっていうのがあるので、こういう 22mm のクッション性があるキースイッチが大好きなんですけれども、その辺の部分は非常に良かったなというところで、はい、好みのキースイッチだったなというところで思ったという感じですね。はい。続いてダメな点というところなんですけども、すいません、ちょっとダメな点ですね、あんま見つかんなくてですね、これ僕のドストライクのキースイッチになっちゃったのであんまりごめんなさい、そういう意味でなんかダメな点が見当たらないんですよね。はい、価格も別に高くないですし、0.45 ですからね。で、素材組み合わせ OK、スプリングの長さ OK、ファクトリーループ OK って感じで、ボトムアウトフォース 58g っていうところもちょうどいいかなと思います。強いて言えばこれが軽すぎるって人はいるのかなと思いますので、その辺は結構好みが出るかなと思います。で、ちなみに、ロンドンフォグ、先ほど取り上げたやつに関してはこれが 60g なので、ほぼ一緒っちゃ一緒なので、あんまり変わんないじゃんとも思うんですけれども、とはいえ、ちょっと 58g が軽すぎるという方は、このスプリング変えるなりするという工夫は必要かなと思いますが、火の打ちどころがないぐらいいいキースイッチだというところがごめんなさい。良い点悪い点の悪い点伝えようと思ったんですけど、なかったので、そんな感じのキースイッチだと、相当太鼓判押しのキースイッチだなという感じです。はい、それでは総合評価というところで5点満点中、ごめんなさい、私は5点を今回は上げたいと思います。このキースイッチ本当に大好きでして、私は本当に、なんていうんですかね、今のところの2024年のベストキースイッチという形になってます。それぐらいソックな音が聞こえるようなキースイッチになってますから、皆さんもぜひ手に取っていただきたいなというようなキースイッチです。で、セールがたまにやってました。ちなみにこれ 0.45 なんですけども、セールになると 0.4 かな 0.35 かな、それぐらい結構安くですね、セールするときもありましたね、スワグキーさんの中で。スワグキーの、オリジナルというか、ギアテロンと組んで作ってるものなので、スワグキーさんの、オリジナルブランドみたいな形でやってますから、そういう意味では価格の多分調整がしやすいっていうところもあると思いますけれども、スワグキーさんのセールですね、結構フラッシュセールで告知なくやる、インスタグラムでたまに告知ありますけど、ほぼフラッシュセールみたいなことが多かったりするので、比較的定期的に見ていただいて、安かった時に購入するでもよしですし、0.45 なのでそんなに高くないですから、購入してみて使ってみるというところはいいんじゃないかなと思います。はい、それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合にはぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もテンパパ TV ではこんな形で新しいキースイッチの紹介定期的にやっていきますので、ぜひチャンネル登録していただいて見逃したぜってならないようにしてもらえればなというふうに思います。また、こういう企画で、動画アップロードしてほしいということがあれば、コメント欄から、ご希望、ご要望をお寄せいただければと思いますし、以前に上げたキースイッチの動画の再生リストに関しては上のところに URL 貼り付けておきますので、ぜひチェックいただければなと思います。それでは本日最後までご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。